こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。はい、本日はまた買い取りのお車の紹介になるんですけど、はい。今回のお車はですね、他の車とは一歩も二歩も違います。最近綺麗な車ばっかり紹介してますから、たまにはね、なんかやばい残念な車を紹介しないと。はい。これね、まあ見ていただければわかるんですけど、S15 シルビアです。はい。お？ああ違うんですね。あれですね。シル80とかって。その通りです。さすがはなちゃん知ってる。S15 顔の180ですね。こちらなんですけれど。シル80ってさ、13使ってなかった？まあもともとはね。だってさ、もともと180が高くてさ、13のシルビアのが高かったのかな？そうですね。180のが高かった。180のが高くて、180が高くて13シルビアだったんだ。そう。でフロントを潰しちゃって、シルビアのパーツでみたいなね。180だとコストが高いからね。だから13シルビアのヒューズのオートマ使ったんだ。そう。フロントの側だけ持ってきたと。皮だけ剥ぎ取ってみたいな。ところがどっこい、某アニメでね、乗っちゃったもんだから。そういうことですよ。お姉ちゃん乗ってたやつ。そう、お姉ちゃん、これチャラチャラしたお姉ちゃんの2人で乗ってたやつですよ。なるほど。そう。それで人気になっちゃったという感じなんですけど、今日の車はね、両極端の下の方です。また新車か最低かみたいな、この最低の方。確かになんか洗車とかはせずに。やっぱりほら。ボロクソな車。そう、ボロクソ。やっぱりね、赤いエンジン乗ってんじゃないこれもしかして。かもしれないですね。いや、まだ見せない、まだ。いや、どこがね、ボロクソかっていうとね、めちゃめちゃ汚いですよ、この車。ちょっとね、回数見ましょう、軽く。めちゃめちゃ汚いの。ほら、タイヤもこんなだし、特に汚いのがね、室内。なんかほら、見てください、この。ドロドロなんですよね。見て、こことかもほら、こんなとこまで全部泥入っちゃって、こんな車何これって感じ。畑で使われた農作業してたのかなこれね。これあれだよ、川で川にこうどんぶらこっこ流れてきてね、じいさんばあさんがこうやって拾ってきて、で今こうやってね来た感じ。これ水没車なんですか？そうです。道理でこの間川泳いできちゃったから。マジか。流れてきたこの池にそう流れてきたやつをね拾ってきたんですか？で割ってみたらこうだったと。やっぱほら室内泥だらけなのはやっぱ水没なんですね。だから買い取りもね、まあ二足三本だよね。まあどこまで使ってたによりますけどね。どう見たって使ってんだろこれ。本当だ、ヘッドライトもここまで使ってたら全部だろうみたいな。だってこれ以上高いとこって言ったらだって確かに屋根しかないもんね。屋根しかねえじゃないかよ。屋根使ってるどうか見るのはここ見ればいいんですよ。ここルーフです。ルーフっていうかこのバイザーこれですね。バイザー使ってないでしょ、ほら。綺麗でしょ。跡とかないですね。そうすると今度ピラーなのね。なるほどね。ピラーのどこまで使ってるか、こことかね、こう見ていく。どうなんだろう、この車は。こことかですね。わかります？境目。でもこの辺はまだもう泥来てるから、この辺。っていうことはもうルーフだけ助かったって感じですか？もしかしてこれ。ほっぷり。まあダッシュボードのとこまで来てますからね。そうですよね。ステアリングもすごい泥。ナビとかももう泥だらけになってますからね。すっげえ。これだってもう買っちゃって大丈夫なんですか？こんなとっぷり使っちゃった車だって。大丈夫だよ。二足三本だからこういう車はね、売りたいってね、言ってくるお客様いらっしゃいますけど、買い叩きますから。だってどうしようもないじゃん、もうゴミ。もうね、買いたい屋さんも大変。ね、お手上げですよ、こんなのだって。そう、買いたい屋さんなんで大変か教えてあげようか。ね、これまだ川だからいいけど、海のね、
塩水浴びちゃうとね、なるほど。解体するのに時間かかっちゃうんだよ。錆びちゃって。錆びちゃって。うわネジ外れなくて漏れー。て。うわー、大変だそれ。そうそう。で、ほら、水没した後ってさ、すぐ作業しないからさ、もうそんな感じなの。なるほどね。室内臭くなっちゃって。そうそうはいはいはい。前ね、ゴリゴリ君が掃除した動画とかもあるんですけど。そうそう。うってなっちゃうの。うって。本当に。そうなんだ。なるほど。でもこれまだどんがらでよかったですね。内装全部残ってたらね、やばかったですね。内装残ってたら全部外さない。全部外さないといけない。もともとついてないからこれ。よかったね。よかった。ある意味。ある意味よかった。でもほら、こんなとっぷり使っちゃったらね、何もかもダメじゃないですか。こんな車引き上げてきちゃってこれどうするんですか？大丈夫だよ、もうエンジンかかっちゃったから。皆さんびっくりしてるでしょ。エンジンかかるんですよこの車。水没ってだってダッシュボードまで。そうそうそう。大体、水没した車を、ね、素人の人は、エンジンかけようと思っていきなりバッテリーつないでセル回しちゃうんだよ。はい。それで終了です。チーン。まあ今流行りで言うとおしまいです。挟みますねだいぶ。大体そうだ。なりますね。なんで回しちゃうのって、水没した後にエンジンかかるかどうか、セル回しちゃうの。ダメですよ。大体バッテリー上がってんだけど、バッテリーつないでしょ。キュンって回してさ、終了。チーン。ご苦労様でした。解体工場へどうぞ。もう直送。そうそうそう。ところがどすこいなんですよ。ところがどすこい。やっぱね、テクニックって大事だよね。そうですよ。トラスト企画はね、水没車復活のもうノウハウありますから。すごいんだよ。でも大体さ、今までのさ水没した車ってさ、仕事できないやつにも振ってない。まあそうですね。そうですね。誰とは言わないけどね。誰とは。今回はね、ちょっとね、ベストな人間使いましたから。スペシャリストがものすごい手順で。わずかもう何時間だ？10時間もかかんないで。そうですね。すぐ。はい。エンジンかかるようになってしまいました。はい。当然エンジンかかるためにはね、ちょっと交換しなくちゃいけないパーツがあったんですけど。そうそうそう。パーツ交換したりとか、いろいろ手順踏んでやらないといけない。順番があるんですよ。そうそうそう。で、その様子をですね、私別撮りしておりますので。すごいね。ね、すごいでしょ。すごいね。いや、でも本当に。状態はひどかった。ちゃんすごいよ。自分でやんないで人にやらして別撮りしてきた。そうそうそう。自分でできないです。できないです。回しちゃいますもんね、すぐ。回しちゃうタイプだろ。そうそうそう、回しちゃって。回す方。あそこそこそこ。回しちゃって青いエンジン潰しかなくなっちゃう。そう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 。そういうことね。すいません。引っ張んなそれは。まだ引っ張る感じ。まだ引っ張る感じ。ないから。青いエンジンもないから今。そうだ。これじゃ黒いエンジンなのこれ。いやこれはねちょっと赤いエンジンなの？赤いエンジンかな、黒いエンジンかな。V で。どっちなの？これ。じゃちょっと先に見てみますかね。はい。じゃあちょっと見てみましょう。よいしょ。じゃじゃーん。赤いエンジンです。前期。そう、13エンジンですね。もう普通に見えるでしょ？なんとなくね。でも泥すごいですね。そうそう、この辺もうやばいやばい。もう役になったかもないから。ないしね。すごい。泥とかが。これあれだよね、まだ掃除しないで、一応エンジンかかるようにで、これからきれいにするっていうことだよね。とりあえず組み上げてっていう感じ。とりあえず動くかどうかをやって、動くようになったので、まあこれから掃除しましょうかっていうこと。きれいになる次のステップへ。あれだよね、掃除もね、エンジン内部から掃除するんだよね。そうですよ、もちろん。内部？そう。下ろすんですか？違う。オイルがもう水と混じっちゃって、もうミルクティーはミルクティーになってます。タピオカ入ってたり。ミルクティー甘い感じになってますから。まあミルクティーみたいな色ですね。そうになってるんでちょっと掃除してやり直さないといけないですけど、そのね大変だったです。エンジンかかるまで本当メカニックの方のスーパー技術でねやりましたんで、ちょっとその様子を今見ていただきたいと思いますので、そしたら VTR どうぞ。さあではですね、こちらの現状、結構ねエンジンルームもストラットにしっかり補強入ったりして、色もしっかり塗ってたりしてね、
ほんとしっかり作ってあった車って感じなんですけど、もうこの辺まで水に浸かっちゃったんじゃないかっていうね感じです。こういうところも泥とかねすごい溜まってます。でおそらく、こうエアクリーナーとかねこの辺からもうこれ以上水が入ってたと思うんで、もうエンジンの中にかなり水入っちゃったんじゃないかなというところでね予測してます。でちょっとね現状オイルレベルゲージ抜いて見てみましょう。どうなってるかね。よいしょ。現状ですね、分かりますかね、このレベルゲージの出っ張りのとこ白くなってますよね。ここオイルの色じゃないんですよ。でこのオイルのレベルがねこの肺より全然上まで来てるじゃないですか。っていうことはかなりオイルパンの方にも水がね入ってるというところじゃないですかね。どうだろう、シリンダーの中とかね錆びてなかったらいいんですけど。はいということでですね、エンジンの方をねばらしてちょっと状況がどうだか今確認していただいてるんですけれど、まずはヘッドをね外しているところなんですけど、ヘッドはそこまでね水ヘッドまでは来てないのかなといった印象なんですけれど、やばいのがですね、皆さん覚悟してください。タービン見て、タービンやば、これ見てください。見えます？これタービンです。タービンもね社外品変わってるんですけれど、もうがっつり固着、うんともすんとも言わないです。もうこれはねがっつりもうタービンの配管関係がっつり水がね入っちゃってるんだと思います。もうこの辺の泥がねやばいですから、こうなってくるともうこの辺のベルト関係とかクランクプーリーとか、オルタネーター、エアコン関係、あとはこれからねちょっとインマニの方もばらしてみてどれぐらい水が溜まってるかね確認していただくっていう感じなんですけど、これ見てください。これインタークーラーの中に入ってた水です。もうちょっと泥水というかね、もう混ざってヘドロみたいになっちゃってるんですけど、これが全部配管の中に入ってたという感じですね。やっぱ気密保たれてると言ってもね、エアクリーナーから入っていっちゃうともうやばいって感じです。で今コンピューターも取り外してるんですけれど、コンピューターはね追加基板でコントロールされてる感じですね。ハイブースト 1.3、ローブースト 1.0、レブ7800、この辺ねコンピューターもちょっと洗浄してみて使えるかどうかちょっと確認していきたいと思います。はい、ではですねちょっとエンジンの方、こちらのねタービン側の配管とか外してまして、で先ほどタービンがね錆びついてるとこお見せしたんですけど、ちょっとですねトラスト企画のメカニックの方のスーパー技術によってタービン復活しました。もう錆びがありません。なんとこの状態でですね回ります。ちょっと回るとこ見せますね。これで見えるかな。回るんですね。ちなみに517ですね、車外タービン入ってるんですけど、あんなにサビサビで固着してたのにもう回るようになりました。いやこういう技術がねトラスト規格にはあるということですね。でさっきねヘッドの方は大丈夫かなって言ってたんですけど、結構ねヘッドのカムも結構錆びててやっぱ水入ってますね。このボルトの頭とかも白くなっちゃってるんで、ちょっとどこまで水入ってるかわからないですね。で今ちょうどねジャンプつないでセル回るかどうか試していただいてたんですけど、やっぱセルの反応がないのでセルモーターがやっぱ死んじゃってる、可能性があるということですね。なのでこれからセルモーターを外して代用のもので回るかどうかやってみるところです。はい、ではですねさっきねジャンプをつないでセル回そうとしてたんですけれど、やっぱセルの方回らなかったんで、
これセルモーター自体をね分解していただきましてですね、ちょっと調べてみたんですけど、どうやらですね、このセルモーターのフライホイールと噛むギア、こちらですね、こちらがもうセル回す時って出てきて、セル回し終わると引っ込むんですけど、その引っ込む用のねこのスプリング、見えるかな、ここも折れちゃってるんですね。これでこのフライホイールと噛むギアが出っ放しになってしまって、もう引っ込まないと。でエンジンの方もここで噛んじゃってるもんですから、もう一方向にしかね回らないですよっていった状況になってます。でちょっとセルモーターもここ折れちゃってるんで、電気流しても出っ放しになっちゃってっていう感じになっちゃうんで、セルモーターは交換しないといけないっていう感じですね。なのでセル変えてみて、ちょっとどうなるかどうかまたやってみたいと思います。さあセル回るでしょうか。回りますね。結構ね、海外とかの動画では結構ね、こう浸水した車でクランキングするとこうポーンってね水吹いたりするような映像もね僕見たことあるんですけど、そうはならなかったですね。はい、ではですね、インタークーラーの配管元に戻しました。配管の方掃除していただいて、この辺はですね全部つなげました。であと確認してないのはコンピューターと、あとは燃料系、この辺までね水がとっぷり来てたっていうことなんですけど、もし燃料タンクに水が入ってたらちょっとね燃料ポンプの方の錆とか、燃料ポンプ動くかねどうかちょっと不安なとこなんですけど、もしかしたらポンプ動けばエンジンかかるような気がします。で今ねちょっとポンプの方調べていただいてるんで、どうなるか楽しみですね。またレポートします。はい、ということで燃料ポンプ外しました。これはもしかして水入ってないんじゃないかな、色的に。どうでしょう。燃料タンクの中こんな感じですね。で外した燃料ポンプはこちらです。こちら意外にねポンプ自体は綺麗、こんな感じで錆もない。これもしかしたらポンプ変えたばっかりなんじゃないかな。ストレーナーも綺麗ですね。で多分ニスモかなんかの強化ポンプ入ってますね。純正のポンプではないです。これはちょっと期待が出てきたんじゃないですか。クランキングエンジンかかるかね楽しみです。さあ燃料ポンプの方はねしっかり残ってるガソリンは全部抜いて、また新しいガソリン入れて、でポンプの方元に戻しまして、ちょっとねセル回してエンジンかかるかどうか今ちょっと緊張の一瞬やってみたいと思います。じゃあお願いします。おー、やべえ、エンジンかかる。すごいアイドリングしてます。ちゃんとこんなとっぷり水に浸かったエンジンでもちゃんとね復活の手順を踏めばこうやってエンジンがかかると。であんなほらサビサビだったタービンも変な音してないですよね。ガリガリとかね。やばっ、感動しますねこれは。で幸いこっちの吸気側の方にも水はそんなに入ってなかったみたいで、いやーめちゃくちゃ感動しますね。シリンダーの方はね大丈夫だったみたいなんで、こういう風にねとっぷり水に浸かっても、トラスト規格のメカニックさんの技術をもってすればエンジンかかってしまうという、いや感動です。はい、ほらあんなにインタークーラーから水出るんですよ。やばくないですか。ありとあらゆるところから水出てくるからね。水出る。でタービンはもう錆びて固着してるし、
もうオイルのこれレベルゲージ抜いたら水入ってるし、そうえらいことですよ本当。あとあれだよね、この駅マニとかインマニとかね、はいこの辺からも水入っちゃうからああ、溜まりそうです溜まってるねか。らね、その辺は全部意外と危ないんだよね。エアで拭いて。そうでこれエレメントとかあるじゃない、オイルのエレメント、うん。これも結構回しちゃうとね、ミルクティーが回っちゃうんだよね。そうですそうだからね、すごい時間かかるんだよね。です掃除すだるので。からオイル交換すん、何回オイル交換すんだよっていうので、しうんないとあ元に戻んない。はい。うじゃあちょっとエンジンかけてみてもいいですか？ん、いいよ。お、うんかけてみます。でこれでかぶらしちゃうんだろ。ーそれで動画終了。そう。落ちち。ゃんちゃん。おお。普通にかかるんですよ。おお。アイドリングもちゃんとします。うん。貴重じゃない。そう、安定してるじゃないか。そうなんですよ。これはちょっとね、買い叩いてきたものがものすごいお金になりそうな匂いがしますね。ちょっと。まあほら、もう水没な車はね、ほら売ろうとすると値段がつかないんですよ。だからいつもね、お客さんのね車をね買い叩くんですよ。ってことは買い叩いたんですそうか？買い叩くって低い金額で、もう本当に鉄くずの卸価格ぐらいの金額ではい。購入させてもらってます。マジっすか？はい、これね、もうどうしようもないですよ。世の中はうんそういう風な相場になってますから。水没車に水関しては没してて、もう泥かぶっちゃってエンジンかかんない車は、うん。まあどこ持ってっても二足三門です。どんな高級車もそうだよ。レクそうですねサスとかさ、ベンツとかなんかさ、車あんじゃん、うんあれもう本当に500万もするような車もさ、もう二足三門。ゴミ同然。うわ特にはい電子系のパーツがいっぱいついてる車、高年最式の近の車そうですからね。そうハイブリッッドとかさ、うんうんもうダメ。うん。モーターとかね、うんバッテリーとか。もう全部やっつけられちゃってる。あ水にはそう弱い。そうハイブリッドのね車なんかさ、なんか触ったらピッと落ちちゃうもんね。あ。死んじゃいますよもう。ビリビリって死んじゃう。ビリビリってきちゃうからね。盗難できない。そう危ないからね。はいそうそうそうまあって考えればまだこの年代の車そんなにね電子的じゃないから。古い車ほどうん直すのは楽。じゃあこの車は、まあ、現状ねエンジンはかかる状態ですけど、うんまだ全然汚いんで、これちょっとまた某掃除のスペシャリストに頼んじゃう感じですか？本当申し訳ないんだけど、はいね、ここまでは早くできるの、うんうんうん。ね、ここまでは早くできるの、はい。この後掃除すると遅えんだってこれ下手すると1週間ぐらいやってっから大変なんですよでもえきっと大変なんだと思う。いや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 、そんなことないよねうん本当はここで注意点があるんですよ、はいこれ今エンジンかかるようになりました、はいね、はい。まあただこのコネクターとかさ、こういうところってあるじゃない、うんこういうところこういうなんつうのかな、こうんの電気系のところ、がうん電気が通ってる。電気が通るところね、うんうん電気が通るところって一回かぶっちゃうと、うんもう錆びやすいんですよ。うん。うん。だから接点不良でいろんなトラブルが起きちゃう。なので通常はコネクタを外して接点復活剤、いわゆる錆び止めっていうのかな、うん。へー全部コネクタには全部かけてうんもう一回こう抜き差ししてもらって、腐食しないようにですね。そう腐食しない錆び、だからこのまま本当錆びちゃう。そうまだね水が湿気が残ってるから、うんこうだんだん錆びて茶色くなっちゃって、コネクタが外せなくなっちゃうから。日に当ててもダメなんですか？蒸発とかで。どうだろあれじゃないの、ゴリゴリ君みたいにさう。なんでトライヤー。なんかドライヤーとかしかも業務用のドライヤーってさそう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 プラスチック溶かしちゃう溶かしちゃう溶かしちゃう。ドライしすぎた。そうそうそうもう溶けて固まっちゃうかもしれないから。そうだ、ひどいよな、まあどういう仕事してんだよ本当に乾かしたかったんですよね。え一心にね。それはダメだって、自然乾燥が一番なんだから。日干しみたいな。そうヘッドライトとかテールとかね、そうですね中にこう水入っちゃってるでしょこれ。入ってますね。ここ開けてね水滴がそうずっと置いとくとかそうそう、これこう茶色くなっちゃってるから泥が入っちゃってる、本当だ本当だ。ね、こういうのも本当は綺麗にこうシャカシャカして
きれいにするときれいになっちゃうんですよ。できるかなゴリゴリくん。密着しますかお掃除の。いやだいいんじゃない？いいよな。でもまあだって呆れちゃったもん俺ゴリゴリ君の掃除1時間もやってるだってどんだけ尺飛んだって話になるのよ。そうですね。編集の方が。その上でまたやり直しですからね。前回ね。そう俺何回ダメ出ししたことが本当にやり直しとかって。でも今回2回目だから早いかもしれこれない。3回目だからあ、3回目。最後のチャンスかもね。でもねこういう風にシルビア君180か180君180君もねちゃんと復活できるようにねできるんで、もし台風とかねそうですね集中豪雨どんぶらこしちゃってどんぶらこしちゃってねはい行っちゃった人はうちが拾ってきれいに復活させますんで、すごいよ。でも本当にすごい。普通の人できないです。プライベートでやるには限界ありますから、テクニックを持ってないとなかなか難しい、経験がないと分かんないですもんね。そうね、どっから手をつけていいんだかっていうのはね、どれを優先してやらなくちゃいけないとか、ね、気をつけなくちゃいけない点とかね、あるんでちゃんと説明した。気をつけなくちゃいけない点とかやってる時に本当ここが壊れてるから回らないんですって。大体阿部ちゃんはねなんかマニュアル読みながらさ説明してっけどさ読んでないです今回は。マニュアルないとダメなんじゃないの？ねギクそう今回大丈夫。ちゃんとねレポートしましたんで、よかったらそっちもちゃんと見てください。はい、じゃあこの車が掃除上がったらちらっと画像だけ見せますか。ドリフトしちゃう。ドリフトしちゃいますか。花撮りしちゃう。嫌ですまあそういうことなんで、この車がね復活したらちょっとだけ画像を皆さんにお伝えしたいと思うんで、それまでまたゴリゴリ君の仕事量次第で変わりますんでそれまでお待ちください。はい、じゃあ今日の動画以上となります。また他の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。